今回の研究テーマはかわいいスイムキャップを作ろうです。チャイナ風のお団子ヘアに見えますが、実はこれスイムキャップです。趣旨を変えれば水着に合わせてコーディネートもできます。もちろん水中で使えますし、ダイナミックに泳いでも大丈夫です。100円ショップで揃う材料で簡単に作れちゃいますよ。こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。人魚の学校ではいろんなプールでマーメイドスイムの練習会が開催されますが、プールによっては水質を保つために水泳帽をかぶらなければなりません。でもこの水泳帽、髪をまとめられて実用性は十分なのですが、どうもあんまり可愛くはないんですよね。そこでこんなチャイナ風お団子ヘアのヘアターバンを作ってみました。短い髪の毛の人はそのままで、長い髪の毛の人はスイムキャップを土台にしたり、スイムキャップとターバンを重ねれば水泳帽として使えます。ゴーグルやダイビングマスクで頭に固定されるので、水中でぐるぐる回っても取れません。ジムのプールやスイミング教室でも使っていただけるのではないでしょうか。今回はこの作り方を詳しくご紹介しますね。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験台となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。まずは材料です。ターバンの土台となる布です。スパンデックス生地やニット生地など縦横にストレッチする布を用意します。今回は髪の色に合わせて黒色を選びました。大きさは 50cm×32cm です。そして同じ布で直径 15cm の円形の布を2枚切ります。この布の大きさですが、布がどれくらいストレッチするのか、またスチロールボールの大きさによって多少変わってきますので、大体の目安として考えてください。そして100円ショップセリアで購入したスチロールボールを2個、商品名はポリフォームベースボール 2P です。ボールの直径は 6.5cm です。それから黒色のスイムキャップ、セリア何でも売ってますよね。最後にシュシュ2個、これは自分で作ったものですが、市販のシュシュで OK です。セリアでも売ってます。7センチぐらいの糸を輪にして切って、待ち針でスチロールボールに留めてぐるっと丸く線を描きます。糸の長さも適当で大丈夫です。2個目のボールも同じように線を描きます。ボールペンだと見にくいので、後でマジックペンでなぞりました。カッターナイフを使って線のところで輪切りにします。切り口がギザギザになっても大丈夫です。これも適当にカットしてください。隠れるところだから問題ないです。丸く切ったスパンデックス生地の周りを手縫いで並縫いします。わかりやすいように白い糸で縫っていますが、黒い糸を使った方がいいですね。ぐるっと一周したらそれを引き絞ってください。布をぎゅっと引っ張ってさらに縫っておくといいですね。お団子はこれでできました。ターバン部分を作ります。ターバンを作るのが面倒な人は市販の太めのターバンを買ってもいいですし、スイムキャップに直接お団子をつけてもいいです。その場合はこのターバンの過程は飛ばしてしまってください。 50cm×32cm の布と言いましたが、使う布の伸縮度や個人の頭の大きさも違いますから、これもざっくりとした大きさで考えてください。布を 50cm×16cm になるように半分に折って待ち針で留めます。黒のストレッチ糸で縫います。普通の糸で直線縫いすると糸が切れる可能性がありますので、できればストレッチ糸を使っていただくか、ジグザグ縫いにして布が伸びるようにしてください。布を表裏ひっくり返して端を2つに折って互い違いに重ねます。ちょっと分かりにくいので図解してみましたが、お互いの端をそれぞれ挟み込む感じです。そうしたら端の部分を待ち針で留めてミシンで縫います。布によっては厚みがありすぎてミシンで縫えないかもしれません。その場合は手縫いで構いませんので縫い合わせてください。隠れるところなので粗い縫い目でもいいです。縫い終わったら余分な縫い代をカットして縫い目が後ろに隠れるようにくるっとひっくり返します。中央で布を絞ったようになりますね。髪の毛を真ん中分けにしているように見えるかなと思ってこうしてみました。
そしてかぶった時にターバンが頭の曲線に沿うように上の方を三角形につまんで縫います。縫い代が見えないように裏側に返してから縫いますね。チャコでこんな感じに線を引いて直線縫いしました。表に返すと頭の形になっています。そして作っておいたお団子を縫います。お団子は好きなところにつけていいんですが、ゴーグルやマスクのストラップが来る位置は避けてください。耳よりもちょっと上ぐらいがいいかな。ぐるっと一周して土台のターバンに縫い付けていきます。先ほども言いましたが、ターバンでなく直接スイムキャップに縫い付けるのもありです。その方が手軽かもしれませんね。お好きなやり方でどうぞ。はい、出来上がりです。シュシュをお団子につけて完成です。このシュシュは前に作ったマーメイドテールと同じ布で作りました。マーメイドテールを自作すると余った布でコーディネートしていろんな小物を作れますよね。水着の色に合わせて好きな色のシュシュを買ってもいいですね。お団子ターバンの付け方です。髪の毛の長い方は先に水泳キャップをかぶります。そしてターバンをつけてお団子の位置を調節します。ゴーグルやマスクのストラップでターバンを押さえればずれにくくなりますね。水に飛び込んでもお団子キャップは取れません。泳ぎ回っても大丈夫ですね。ただしこのスイムキャップはお団子部分が水の抵抗になりますから、競泳でタイムを競いたい方には向いていません。マーメイドスイムやジムの水中ウォーキング、スイムキャップ着用のプールで遊ぶ時など、あくまでも見た目重視のスイムの時に使ってくださいね。それと余談ですが、私はこんなお花がついたスイムキャップも持っています。これは市販のものなんですが、左側の青いキャップはマーメイドテールに合わせて布用の絵の具で色を変えてるんですね。布用絵の具は水に落ちないので人形衣装作りにとても役立ちます。こちらは紫キャップで泳いでいる風景です。紫のテールに色を合わせています。一から作るスイムキャップもいいですが、こんな風に市販のスイムキャップを改造して使うのもありです。一手間加えるとより一層マーメイドスイムグッズに愛着が湧きます。自由な発想で水の中の世界を楽しみましょう。この動画が役に立ったという方、これ欲しいと思った方は高評価をポチッと押してくださいね。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。